なんだか損した気分だわ。何を言ってるんだレ夢ム。今日ずっと漫画を読んでて、気づいたら丸一日経っちゃってたのよね。なんだか時間を無駄にしちゃった気分だわ。なるほどな。確かに楽しいことしてたりすると時間はすぐ過ぎるもんな。そうなのよね。時間は誰にでも平等に経過していくはずなのに、どうしてこんなに感じ方が違うのかしら。そう言われると不思議だな。だがレ夢ム、時間は誰にでも平等に経過している、というのは厳密に言うと間違いだぜ。どういうこと？時間というのは絶対的なものではなく、観測する人によって周りより早く経過したり、遅く経過したりするんだ。そうなの？これは有名な相対性理論によって、現在では疑いようのない現象だと考えられている。相対性理論、名前は聞いたことあるんだけど、一体どんな理論なの？ということで今回は、相対性理論について解説していくぜ。よろしくお願いするわ。まず、相対性理論と一言で言われることも多いが、この呼び名は実際には二つの理論の総称のことだ。二つの理論？それが特殊相対性理論と一般相対性理論だ。このどちらの理論も、かの有名なアルベルト・アインシュタインによって記述されたものだ。相対性理論の中でもさらに二つに分かれるのね。この二つは一体何が違うのかしら？特殊相対性理論は、時間と空間についての理論で、1905年に発表された。一方で一般相対性理論はそれから10年後、1915年に発表されたもので、内容としては特殊相対性理論を含んで、さらに発展させた理論となっている。なるほど。つまり一般相対性理論の中に特殊相対性理論があるってことなのね。その認識で問題ないぜ。ちなみにこの二つでは何が違うのかというと、一般相対性理論では、特殊相対性理論では取り扱わなかった重力を取り扱っている。そのため、重力を考えなくていい特殊相対性理論の方がより理解しやすく、簡単だと言われている。そうなのね。それで今回解説してくれるのはどっちなのかしら？今回はこの特殊相対性理論について解説するぜ。あら、簡単な方を解説するのね。まあ簡単と言っても、一般相対性理論に比べて比較的理解しやすい、というだけで、特殊相対性理論も十分理解しづらい難しい理論だからな。なるほど、そんな難しい理論私でも理解できるかしら？なるべくわかりやすく解説するから大丈夫だぜ。そうなのね、よろしくお願いするわ。では早速本題へと入っていこう。特殊相対性理論というのは、簡単に言うと時間や空間についての革新的な理論だ。革新的な理論？そう、この特殊相対性理論の登場によって、時間や空間に対する考え方が大きく変わっているからな。どういうことなの？まあ順を追って説明していくぜ。さっき特殊相対性理論は理解するのが難しい、と言ったが、これは、特殊相対性理論に従うと、一般的な直感では受け入れがたい現象が起こるためだ。受け入れがたい現象？それは動くものの時間は遅れる、ということ。そして動くものの長さは縮む、ということだ。なんだか聞いてもいまいちわからないわね。ではどういうことが起こるのか、簡単に例を挙げてみるぜ。例えば、高速に近い速度で進むロケットがあり、それを地球上から眺めているとする。この時にまず発生するのが、動くものの時間が遅れる、という現象だ。地上の人が時間を1秒測った時点で、ロケット内の時間を確認する。するとロケット内部の時計はまだ1秒経過していない、という現象が起こるんだ。へえ、ロケット内部の時間が遅れるってことなのね。そしてもう一つの現象が、動くものの長さが縮むということだ。地上から高速で動くロケットを眺めた場合、実はこのロケットの長さが縮んでいるように見えるんだ。この二つの現象が、物が動くことによって実際に発生している現象だ。不思議な現象ね。けどそれってなんだかおかしくないかしら。動くものが縮んで見えるって言っても、身の回りの動くものが縮んで見えたりすることはないし、動いている人と時間の流れが違う、なんてことがあったらすぐに気づきそうじゃない？いい疑問だな。一般的にこれらの時間の遅れや長さの縮みは、物の速度が高速に近づくほど顕著に現れていく。しかし地球上で移動する乗り物なんて、早くても高速の100万分の1にも満たない。そのため地球上でこれらの現象を体感することはほとんどないんだ。なるほど、そういうことだったのね。でも一体どうしてそんなことが起こるの？順を追って説明していくぜ。この特殊相対性理論を理解するためには、一つのある原理が重要になってくる。それが、高速度不変の原理だ。高速度不変の原理？一言で言うと、光の速さは誰が見ても変わらない、ということだ。一体どういうことなの？ではここで簡単な物理の問題だ。例えば、時速 50km で進む車があるとする。この時、対向車線からも時速 50km の車がこちらに近づいてきていたとする。この時、車の中にいる人からすると、対向車はどのくらいの速度でこちらへ近づいてくるように見えると思う？時速 50km の車が互いにすれ違うのよね。じゃあ車の中から見ると、時速 100km で近づいてくるように見えるんじゃない？その通り、すれ違う場合にはそれぞれの速度を足して、対向車が時速 100km で近づいてくるように見える。このような二つのものを比べた時の速度のことを、相対速度、というぜ。では逆に、時速 50km の車が2台、同じ方向に並走していたとする。すると車の中の人から見て、
もう一方の車の速度はどのように感じると思う？同じ方向に並走しているのよね。だったら簡単だわ。お互いの車はまるで止まっているように見えるはずだから、二つの車の相対速度はゼロになるわ。その通りだ。同じ方向に動いているため、お互いは動いていないように見える。このように、これらの車は地上に立っている人からすれば全て時速 50km で走っているのに、他の車の中の人からすると、時速 100km になったり、静止したりする。こんな風に、速度というのは相対的なものであり、誰がどこで測ったのか、というのが重要になってくる。そういうことになるわね。しかし、これが光の速度になると話が変わってくる。レイムは光がどのくらいの速度で進むか知っているか？確か秒速30万 km じゃなかった。昔の動画でそう言ってたわよね。そう、光は秒速30万 km という、途方もない速度で進んでいくことが知られている。では、この光についてもさっきと同じように速度について考えてみよう。まず、地上に静止している人から光が横切っていくのを眺める場合、もちろん光の速度は秒速30万 km で進んでいくように感じる。しかしここで、例えば高速と同じ秒速30万 km で進む架空のロケットに乗っているとする。そしてこのロケットは、光と同じ方向に進んでいくとする。すると、このロケットから光の速度はどんな風に見えると思う？さっきの車の時と同じ話よね。ロケットの速さが光と同じなんだから、ロケットと光は横に並んで進んでいくんじゃないかしら。だからロケットから見た光の相対速度はゼロになるわ。そう、私たちの経験からすると、この光はロケットの横を同じ速度で進んでいくため、まるで光は静止しているかのように見えるはずだ。しかし、実際にはそうではないんだ。ロケットにいる人からすると、光はロケットをさらに秒速30万 km 速く追い越していくことになるんだ。一体どうしてなの？それは、光の速度は誰から見ても常に一定であるからだ。常に一定？仮に光に対して遠ざかっていたとしても、光は人に対して秒速30万 km で進んでくるし、光に対して近づきながら観測したとしても、人から見ると秒速30万 km で進んでくる。そうなのね。けどなんだか納得いかないわ。本当にそんなことが起こるの？詳しく話すと難しい話になるから今回は説明しないが、これまでに高速を測る様々な実験が行われてきた。動きながら様々な向きから光を観測したりもした。しかしどんな実験をしても、観測部分が動いていても止まっていても、光は秒速30万 km でしか近づいてこないし、遠ざかっていかない。つまりこれまでの長い間、この高速度不変の原理が正しいという結果しか得られなかったんだ。実際に高速は一定っていう実験結果があるってことなのね。感覚的に信じがたい現象ね。そうだな、理解しがたい気持ちはわかるが、この高速度不変の原理は、現段階では認めざるを得ない実験事実となっているんだ。なるほど、光はもうそういうものって考えるしかないってことなのね。その通りだぜ。けど、一体どうして光だけ特別なの？光の速度だけが変化しないっていうのは納得がいかないわ。実は光が特別なもの、というわけではなく、光の速度が特別なだけなんだ。どういうことなの？この話は少し本題とそれてしまうから、なんとなくで聞いてもらえればいいぜ。まず重要なことは光の質量がゼロであるということだ。光は私たちの身の回りの物体と違い、質量がない。そうね、光を当てられても重く感じたりはしないものね。そうだな。ではここで質問だレイム。質量の大きいものと質量の小さいもの、二つのものを動かす場合、どちらの方が動かしやすいと思う？それは質量の小さい方よ。軽いものの方が簡単に動かせるのは当然じゃない？そう、物体の質量は小さければ小さいほど動かしやすく、質量の大きいものほど動きにくい。これは誰もが普段の生活から経験していることだろう。そのため、同じ力を加えた場合、質量の大きいものよりも質量の小さいものの方が、より速い速度で移動していくことになる。そういうことになるわね。では質量のない光の場合は、一体どうなると思う？質量が大きいほど動きにくくなっていくのよね。じゃあ質量がないってことは、限りなく動きやすい、ってことになるんじゃないかしら。その通り、つまり質量のない光は限りなく速く動こうとする。その結果、秒速30万 km というとてつもなく速い速度で動くことができるんだ。なるほど、質量がないから光は速いってことなのね。じゃあどうして光の速度は秒速30万 km なのかしら。質量がなくて限りなく速く動けるのであれば、無限の速さでもいいんじゃないの？まっとうな疑問だな。それは秒速30万 km というのが、この世界の速度の上限だからだと考えられているぜ。世界の速度の上限、なんだかすごい話になってきたわね。まあその辺の話はまた別の機会にでもしようと思うぜ。つまり光は質量がないため、この世界の速度の上限である秒速30万 km というとてつもない速さで常に移動することができる、ということだな。なんだかややこしい話になってたのね。話がそれてしまったな。元に戻すぜ。まあ要するに光の速さは秒速30万 km と決まっていて、誰から見ても常に一定、ということだ。この高速度不変の原理から考えることで、最初に紹介した、動くものの時間が遅れる、という現象や、動くものの長さは縮む、といった現象が起こる。どうして高速が一定っていうだけで、そんな現象が起こってしまうの？
ではまずは時間の遅れや長さの縮みは、起こっても不思議ではないはずだ、という話をしよう。レイムは、物体の速さはどうやって計算するのか覚えているか？物体の速さ、確か物体が通った距離を、かかった時間で割ればその時の速さが出るんだったわよね。その通り、一般的に物の速さを計算するとき、その式は距離割る時間で表される。この時、距離や時間というのは絶対的なものであり、これらの値によって速さが求められる。距離と時間が一つの値に決められることで、結果的に速さが決まるってことね。その通り、しかしこの速さを光の速さに当てはめた場合、面白いことになる。面白いこと？じゃあこの速さを高速に当てはめてみるぜ。高速は常に一定であるため、速度は秒速30万 km という絶対的な一つの値に固定される。すると必然的に、変化させなければならないのは、距離と時間の方になるんだ。つまり、高速が一定であるという条件の下では、観測者によって時間の進み方が変わったり、空間が縮んだりすることもおかしくはないんだ。さっきとは逆に高速が一定に固定されるから、時間や空間の変化が発生するってことなのね。そう言われるとなんだかおかしくない現象にも思えてきたわね。では実際に最初に紹介した2つの現象について解説していくぜ。まずは、動くものの時間は遅れる、ということだ。例えば、高速に近い速度で動くロケットがあって、地球の外を進んでいるとする。そしてその中に、架空の箱とライトを用意する。この箱は高さ30万 km の巨大な箱で、この箱の床に上向きにライトを設置する。つまりこのライトから放たれた光は、1秒後に天井に到達することになる。高速と同じ距離だから、ちょうど1秒で到達するってことね。ではこのロケットについて、ロケットの内部にいる人と、地上からそれを眺めている人がいた場合、どのような現象が起こるのか考えていこう。ロケットの内部では、ライトから放たれた光は秒速30万 km で上に進み、天井へと到達することになる。それはそうなるわよね。しかし、ロケットの外から見た場合、少し状況が変わってくるぜ。ロケットは動いているため、ロケットの外から見ると、光はこんな風に移動していく。ロケット自体も動いてるから、外から見ると光が斜めに動いているように見えるのね。そう、しかしここで考えなければならないのが、光の移動した距離だ。ずっと言っているように、高速度不変の原理によって、光は1秒間に30万 km しか進まない。そう考えると、ロケットの外から見た30万 km というのは、光が天井に到達するよりも早く訪れることになるんだ。つまり、ロケットの外では光が天井に到達するより先に、1秒が経過する、ということになってしまうんだ。確かに、そういうことになるわね。じゃあ地上の人からすれば、時計が1秒経過した時に、ロケット内部ではまだ1秒も経過していないってこと？その通りだぜ。ちなみにロケットが秒速25万 km で進んでいるとして計算すると、外で1秒経った時点でロケット内部を見ると、0.6 秒しか経っていない、という結果となる。そんなに変わるのね。なんだか不思議だわ。まあ高速に近い速度で動かなければ、こういった時間のズレは起こらないため、日常生活で私たちが感じられるほどの時間のズレは、基本的に起こらないぜ。高速に近い速度なんて、身の回りにないものね。まあこれが、動いているものの時間は遅れる、ということだ。わかったわ。けどもう一つ起こる現象があったわよね。もう一つは、動くものの長さは縮むということだ。ではさっきのロケットの例でまた考えていこう。さっきと同様、ロケットが秒速25万 km で飛んでいるとする。まずはわかりやすく、外からロケットを見ている場合を考えるぜ。外から見ると、もちろんロケットは1秒間に25万 km 進む。この時ロケットが1秒間に進んだ地点を、仮に A 地点から B 地点とするぜ。つまりロケットの外から見ると、A 地点から B 地点までの距離は25万 km ということになる。もちろんそうなるわね。ではここで、この状態を速さの式で一度表してみよう。この場合、ロケットは秒速25万 km で1秒間進むため、進む距離も25万 km となる。なんだかかなり簡単な式が出来上がったわね。では次に、ロケットの中の人はどう感じるのかを考える。まずロケットの速度は、さっきと同様に秒速25万 km だ。そして、さっきの時間の遅れの際に、秒速25万 km のロケットの場合、外で1秒経つ間に、ロケット内では 0.6 秒しか進まない、という話をしたな。そうだったわね。つまり、ロケット内の人からすると、0.6 秒で A 地点から B 地点まで到達することになる。つまり、かかった時間は 0.6 秒ということになるな。しかし、ここでおかしなことが発生する。おかしなこと？この場合、ロケット内部の人は、0.6 秒間かけて A 地点から B 地点まで移動することになる。そのため、A 地点と B 地点の距離を25万 km としてしまうと、計算が成り立たなくなってしまう。そう言われるとそうね。かかった時間が変わったんだから式は成り立たなくなるわね。そう、つまりこの式を成り立たせるには、時間と同様に距離も 0.6 倍にする必要がある。その結果、ロケットの中の人は 0.6 秒で15万 km 進むということになり、ロケットの中の人にとって、A 地点と B 地点の距離は15万 km ということになるんだ。あれ、ロケットの外からは25万 km の道のりが、ロケットの中からは15万 km になるの？一体どういう状態なのかしら？それは空間が縮むということだ。空間の縮み？つまりロケットの中の人からすると、地上が空間ごと縮んだように見えるんだ。その結果、
外から見ると25万 km の道のりも、ロケットの中からは15万 km に縮んで見えることになるわけだ。なるほど、これが長さの縮みってことなのね。あれ、けどもう一つ気になることがあるわ。確か最初に、動くものの長さは縮むって言ってたわよね。けど今の例でいくと、動いてない地球の方が縮んで見えてるわよね。一体どういうことなのかしら。それはどちらの立場から見るかで変わってくるぜ。そもそも速度というものは、何かと何かを比べた時に初めて発生する、相対的なものだ。つまり、ロケットから見ると、地上が移動していくように見えるため、地上が縮んで見える。一方で地上から見ると、ロケットが移動しているように見えるため、ロケットが縮んで見える。へえ、見る立場によって変わってくるのね。なんだか面白いわね。とまあこんな風に、高速度不変の原理によって時間と空間は絶対的なものではなく、観測者によって変化するものであることが分かった。この時間の遅れや空間の縮みこそが、特殊相対性理論によって導かれる現象ということだ。なるほどね。なんとなくだけど相対性理論について分かったような気がするわ。ちなみになんだけど、この特殊相対性理論って私たちの生活で感じることは少ないのよね。何か応用されてるものとかってあるのかしら。この特殊相対性理論は様々なところで利用されているぜ。例えば有名なのは GPS だな。GPS ってマップとかカーナビとかで利用されているやつだっけ？その通り、GPS は常に高速で地球の周りを回っている。そのため、地上にいる私たちとは時間の流れが異なるため、時間のズレが生じるんだ。このズレをなくすため、相対性理論によってどのくらいズレるかが計算され、ズレが打ち消されるように設計されているわけだ。まあ正確に言うと、GPS には特殊相対性理論だけではなく、一般相対性理論によるズレも関係してくるため、時間のズレは複雑になっているぜ。へえ、意外とみんなが毎日使ってるものにも応用されてたりするのね。他にも物理学の世界ではよく用いられたりするぜ。物理学？とても質量の小さい素粒子と呼ばれるものを扱う学問があるんだが、この素粒子は質量がとても小さいため、動く速度は高速に近い速さに達することが多い。そのため、計算を行う上では必ず特殊相対性理論を考慮しなければならなくなるんだ。そうなんだ、アインシュタインのおかげで学問も大きく変わったってことなのね。その通りだぜ。とまあ今回の解説はこんなところかな。時間や空間って意外とややこしいものだったのね。そうだな。今日もありがとうマリサ。どういたしましてだぜ。ということで今回はこんなところで終わろうと思うぜ。わかったわ。ご視聴ありがとうございました。